こんにちは。ぽっちゃり体型のファッションエディター高橋かな子です。今回は愛用の美容アイテムについて紹介したいと思います。中でも値段は高いけれどしっかり効果を感じられたという納得したものだけを紹介したいと思います。ずっとファッションを仕事にしてきたので、若い頃は値段が高いコスメを使うのって少し抵抗があったんですけども、年齢を重ねてシミとかシワとかいろんなことが気になるようになってきたし、もともと肌が敏感でアトピー体質なので、目の上や下が腫れてガサガサになったり赤くなったりしてしまうっていうのも頻繁に起きるようになってしまって、40代になってからしっかりケアをしなければっていう風な意識が出てきました。買う時は少し値段が高いので躊躇したんですけども、今はその効果を感じてその値段を出すだけの価値があったなと思っている3つのアイテムです。1つ目はこちら、カレントボディのライトセラピー LED マスク2です。少し値が張るんですけども、私自身あんまりエステとか美容クリニックで定期的にお手入れに通うっていうのが難しいタイプなので、自宅で簡単に何かしながらできる、ケアできるということでコスパの良さを感じています。こちらはビフォーアフターの画像なども紹介しながら、このアイテムがどれだけ効果を感じたかというのを伝えていければと思うんですけども、こちらがビフォーアフター画像です。1週間後、さらに10日後、さらに1週間後の画像になります。天気が毎日違うので全く同じ光では撮れなかったんですけども、なるべく大きな差が出過ぎないようには頑張ってみました。まずビフォーの画像です。目の周囲がガサガサだったりシワっぽくなっていたり、全体的に肌に元気がないというか、しぼんでいる感じっていうんですかね、疲れそうな感じにも見えると思います。もちろんシミや毛穴はたくさんあるので恥ずかしいからあんまりじっくり見ないでください。それから1週間後、週3から5回のペースでの使用が進められているので、週5ぐらいのペースで続けました。週5っていうと一見手間がかかって面倒そうに思うかもしれませんが、私が続けられている理由はとっても簡単だからです。頭のベルトのおかげでハンズフリーで使えて、10分間の間何かしながらで大丈夫なので、あっという間に時間が経ちます。顔がポカポカしてくるので、もうちょっとつけていたいなと思ったぐらい。そして何より嬉しいのは専用のジェルなどがいらないところです。一般的な美顔器って専用のジェルが必要だったり、コットンに精製水を染み込ませてからみたいな一手間がかかるものが多くって、それを面倒に感じてたんですけども、これはお風呂上がりスキンケアをする前に汗や水分だけ拭いてそのままつけていいんですね。なのでこれが楽ちんで私も続けられています。で、話を戻すと1週間後、まだそこまで大きな変化はわからないかもしれませんが、少し疲れた感じが減ったような気がします。さらに10日後ですね。本当は1週間後に撮りたかったんですけど、少し間が空いてしまいました。目の下の細かいシワが少しずつ気にならなくなってきたかもと思うようになりました。まぶたのガサガサも鱗みたいなガサガサも少しずつ落ち着いてきています。さらにそこから1週間後の画像です。一番感じたのは肌に張りが出てきて、肌のしぼみ感っていうんですかね、それがなくなってきたことです。元気があるようにも見えますよね。そして頬骨のところに大きなシミがあるんですけど、毎日鏡を見ていくうちに、あれ少しずつ薄くなってるかもっていう風に感じるようになってきました。以前日本のクリニックでシミ取りをして、その時は1回だけでもとても効果を感じてたんですけども、カナダに引っ越してからクリニックに通うことができなくなったので、また時間が経ってシミが気になりだしてたんですね。なのでこうやって自宅で簡単にケアできるのはとても嬉しいことだなと思っています。ではビフォーアフターの最後にビフォーとアフターの画像約1ヶ月間の違いを見ていただければと思います。こうやって比べると肌の疲れ感、たるみっていうのがやっぱりだいぶ減ったように思えて、エイジングに効果があるのだなというふうにしっかりと実感しています。ではここからは LED ライトセラピーフェイスマスクシリーズ2がどんな商品か、どんな風に使うのかについて紹介していきたいと思います。内側は赤い LED ライトがたくさん張り巡らされていて、今ちょっと化粧してるのでつけられないんですけど、このバンドで頭にセットして、ここにフックがついているので服にかけるなどしてパソコンしながら何かしながら、何かのついでに10分ぐらいでケアが終わってしまいます。では実際にマスクをつけていきたいと思います。バンドの後ろが綿テープ、バリッという綿テープになっているので、
それを後頭部だと思います。で、頭の上にもベルトが1本あるので、それを調整すればうまく綺麗にフィットします。で、フックのついたコントローラーは洋服などに引っ掛けることができます。この LED ライトセラピーマスクシリーズ2は顎の部分までしっかり覆ってくれる作りになります。うまく装着ができたら電源を入れて、あとは10分このまま放置していて、その間にパソコンをしたり本を読んだり、ただゆっくりしたりと、もちろん家事などをしながらも使えるので、あっという間に時間が経ってしまいます。目の部分には眩しさを抑えてくれる目元用の黒いパーツがありますが、それをつけなくても安全性は問題ないということなので、私はそのまま使っていますが、少し眩しさを軽減したい時には使うこともあります。お好みの方はつけてください。つけ方最初少し迷ったので後で紹介したいなと思っています。黒いベルトは自分でつけるようになっているんですけども、ベルトをつけるとこんな感じになります。後頭部を支えるバンドと頭頂部を支えるバンドです。では LED ライトをつけるとどんな感じかお見せしたいと思います。全部で236個の LED が使われていて、赤色、近赤外線、深部近赤外線の3種類の波長を照射できるそうです。ちなみに LED はもともと医療業界で活用されている技術で、傷の治療とか筋肉の修復とか炎症を抑えるなど細胞が持つ修復プロセスを刺激できるんだそうです。これが美容業界にも広がって、シミとかシワなどのエイジングケアやダウンタイムのトリートメントとかニキビ治療などの目的で活用されるようになったそうです。このマスクのブランドであるカレントボディは赤色 LED と近赤外線 LED の波長を使ったオリジナルの LED による美顔器を研究開発しているパイオニア的存在なので、安心して使うことができると感じました。選ぶときにこの LED ライトセラピーマスクシリーズ2ともう一つ LED4in1 マスクとどちらにしようかすごく迷いました。 LED4in1 マスクは赤色 LED 以外に緑色や黄色の LED が使われています。緑色 LED は肌のトーンアップ、黄色 LED はニキビや角質ケアに効果があるとされているそうです。そして1台で4種類のトリートメントができお得さもあります。私も肌の透明感とか角質ケアに興味があったので 4in1 マスクと迷ったんですが、やはり肌のたるみや張り不足などのエイジングケアをしっかりしたいと思ったし、最新の LED 光美容研究でエイジングケアに有効と証明された深部近赤外線を使っているのはこの LED ライトセラピーマスクシリーズ2だけだったので、これを選ぶことにしました。透明感や毛穴は化粧でカバーできても、肌の張りのなさや疲れている感じをごまかすのは難しかったので、この選択にしてよかったなと今は思っています。このアイテムについての説明が少し長くなってしまったんですけども、最後にこの目元用のパーツの付け方が最初少し迷ってしまったので紹介しておきたいと思います。よく見ると右の R と左の L っていうのがついています。内側からこの目元用のパーツを押し込むようにして、ある程度押し込むことができたら、表から少しずつ引っ張ってあげて整えてあげると綺麗にフィットさせることができます。2つ目の値段が高いけれど効果を感じたものはこちらです。ラメールのクリームです。これを使い始めたきっかけは、冒頭にもお伝えしたように、私はアトピー体質なので、花粉の時期など目が痒くなってかいたりすると、結構目の周りが腫れてしまったり赤くなってしまったりするんですね。ある時目をこすりすぎるような日が続いて、気づいたらこの目の下にめちゃくちゃシワがたくさん入ってしまっていました。あとはこのまぶたの部分もかぶれがちだったので、ガサガサに鱗状になっていたんですけども、このクリームを使い始めてから今、何ヶ月かな、3、4ヶ月ぐらい経つんですけど、すでに今もまぶたのガサガサとか目の下のシワはほぼ気にならなくなっています。なので本当に基礎化粧品と思うとめちゃくちゃ高いんですけども、好きなバッグを一つ買うのを我慢して、好きな洋服を買うのを一つ我慢して、でも買い続けたいなと思っているコスメです。最初に紹介した LED のマスクをつけるとスキンケアの浸透もより良くなるように感じるので、こういった値段の高いコスメもより使う価値があるなと思います。
ではラメールのクレームドゥラメールがどんなアイテムなのか紹介していきたいと思います。クリームはこっくりと固めのテクスチャーで、使うときは手に取ったらそのまま顔に伸ばすのではなく、手のひらをこすり合わせてクリームを温めて、クリームが半透明になったら顔にのせていきます。ゆっくりと顔になじませるように時間をかけて広げていきます。他にラメールで気に入っているのはザ・モイスチャライジングソフトクリームとザ・リファイニングトリートメントです。これはピールケアローションなんですけども、弱酸性で毎日朝晩使っても肌に負担のない優しいタイプで、毛穴ケアにぴったりのアイテムです。こちらのクリームも最初に紹介したクリームと同じくエイジングに対応したものなんですけども、テクスチャーが最初のものよりもソフトで、手のひらで伸ばさずにそのまま顔に塗ることができるタイプです。どちらも肌がふっくらとするので、値段は張りますが、ぜひ一度使ってみていただきたい名品アイテムだと思っています。3つ目はこちらヒロコ系のコンフォートオイルフレグランスです。私は肌が敏感っていうところから始まって、できる限りナチュラルとかできる限りオーガニックのコスメを使いたいなという気持ちがあるんですけども、もちろん全部を変えるわけにはいかないので、デリケートゾーンとかよりケアしたいところにはそういったものを選ぶようにしていて、こちらのコンフォートオイルフレグランスは顔にも使ってるんですけども、デリケートゾーンのケアとしても使っています。デリケートゾーンって経費吸収率が高いって聞いたことがある人も多いと思うんですけども、そういった場所ですし、デリケートゾーンと言われるだけに敏感な場所でもあるので、できる限りオーガニックのものを使いたいなと思っていて、お風呂から出た後にこのオイルでデリケートゾーンの保湿をしています。これはヘンプシード、麻の種が使われているんですけども、その中にマグネシウム成分がたくさん含まれているみたいで、マグネシウムって睡眠を深くしてくれる効果があるみたいで、このオイルを使うと夜ぐっすり眠れるのも気に入っています。年齢を重ねたからだと思うんですけど、夜なかなか寝つけなかったりとか、寝ても朝になる前に目が覚めてしまったりするような時があるんですけども、このオイルを塗れば保湿だけでなくしっかりと深く眠れるのも助かっています。ちなみに一番最初にマグネシウムにそういった睡眠を深くする効果があると知ったのは、入浴剤として使っているマグネシウムフレークがきっかけなんですけども、入浴する時にそのマグネシウムフレークを入れて、入浴した後にこのオイルを塗るとぐっすり眠れる完璧な睡眠セットです。デリケートゾーンもしっかり保湿ができますし、生理などで蒸れてしまってちょっとデリケートゾーンが敏感になっている時も塗っても染みないし、そういった時も塗ればすぐ快適になるので、今はもう手放せないアイテムです。もう何本もリピートしています。少し前に手に主婦湿疹のような感じの湿疹がバーってできてしまったんですけども、それもこのコンフォートオイルフレグランスを塗るとしっかり保湿ができて、ガサガサを抑えてくれて、今はようやく綺麗になりました。全員に合うわけではないかもしれないんですけども、もしデリケートゾーンの乾燥とか手の湿疹とか肌のガサガサとかで悩んでいる方がいらっしゃったら、ぜひ一度試していただきたいです。コンフォートフレグランスオイルはこういった美しい黄金のような色をしているオイルです。香りはシダーウッドとラベンダーがベースになっていて、心がゆったり落ち着く癒される香りです。本当は顔にメインで使うような高級な美容オイルだと思うんですけども、やっぱり年齢とともにデリケートゾーンの乾燥ってすごく気になってくるので、少し贅沢な気はするんですが、しっかりと将来のためにもケアしておきたい場所なので、このオイルを愛用しています。今回の値段が高くてもしっかり結果を感じられて価値があると思ったコスメやビューティーアイテムいかがでしたでしょうか。最後まで見てくださってありがとうございました。バイバーイ。